新年明けましておめでとうございます。ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。いつも見ていただいてありがとうございます。2023年もマイペースに頑張ります。今回考えたいのは新年らしく夜明けです。それはルフィとローの表裏一体からローが生まれた国、滅んだ白い町フレバンスと900年前に滅んだ超高度文明のある王国、この2つの国のつながりを軸に夜明けについて考えます。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話1070話をまだ読んでいない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容です。まだ読んでいない人は動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。フレバンスについて考える前に、まずはルフィとローの表裏一体をおさらいしておきましょう。ルフィはシャンクスが強奪したゴムゴムの実を自らの意思で勝手に食べました。ローはロシナンテが強奪したオペオペの実をロシナンテに強引に食べさせられました。ちなみにシャンクスの能力は気配を消せる覇王色、見聞殺し。一方、ロシナンテの能力は気配を消せるナギナギの実。ルフィとローの恩人、シャンクスとロシナンテも表裏一体が成立していますが、ルフィは死をさまよい、覚醒するとゴムゴムの実の最高地点、体が真っ白になり、太陽の神ニカの姿になります。一方、ローは子供の頃に死をさまよっていました。それは体が真っ白になり、死を迎える白煙病です。また、ルフィの悪魔の実、ニカは名前が隠蔽されていました。一方、ローはワーテルという意味名を持ち、自分で名前を隠蔽していました。そして、ルフィの最高地点は、体が流動的になります。流動的とは英語でフロー。一方、ローの最上技は、フロー手術。フローとフロー。ここまでが過去にも考えたルフィとローの表裏一体です。さらに、ルフィとローはどちらもが D の一族です。そのように考えると、ルフィの出身はドーン島、ローの出身は白い町フレバンス。そして1070話でルフィは白いイコールドーンだと叫びました。ドーンとは2年前から言っているように空が白む夜明けという意味でしょう。つまりルフィイコール白のイメージです。過去には薬で覚醒して白くなったホーディは覚醒して白くなったルフィと表裏一体だとも考えました。ちなみになぜゴムの体のルフィが白いのかというと、それはゴムの木の天然樹脂が白いからでしょう。僕は1年前、太陽のニカとはゴムの木の樹脂の原獣だと考えています。そしてローの白煙病は764話でホワイトモンスターと呼ばれていました。さらにこの764話ではローの白煙病とともにロシナンテが神の天敵 D について語っています。一方、569話のタイトルは白い怪物、つまり英語で言えばホワイトモンスター。569話白い怪物は白ひげのことを指しているようで、実は覇王色を見せたルフィのことを指していると考えられます。764話のローのホワイトモンスター、569話の白い怪物ルフィです。569話の話数の語呂合わせはゴムの木。ゴムの木でしょう。とにかくルフィと白には深い関係があるでしょう。となると、白い町フレバンスはルフィの出身ドーン島、または900年前に滅んだある国と関係していそうです。そこで白い町フレバンスについて考えてみましょう。白い町フレバンスは憧れの町とも呼ばれ、フレバンスの地層から取れる白煙という鉛は底なしの金を生んだと言います。しかしその白煙は遺伝子を欠損させて寿命を縮めてしまう毒でした。この事実が判明すると、近隣国はフレバンスの民を伝染病だと勘違いしてフレバンスを隔離します。そしてフレバンスの民はホワイトモンスターと呼ばれ迫害されていきます。しかしフレバンスの民は立ち上がり、近隣国と戦争が始まりました。これが白い町フレバンスの悲劇です。ちなみにフレバンスの町には勝利の女神ニーケ、別名ニカの銅像が飾られています。とにかくこのフレバンスの話はワンピースにしてはかなりリアルでシビアな設定ですが、もっとシンプルに考えましょう。フレバンスの話はキーワードを抽出すると分かりやすいでしょう。フレバンスの話のキーワードは1、かつて栄えた国の滅亡、2、伝染する病、本当はしない、3、白くなる、4、受け継がれる、5、戦争。この5つでしょう。
国の滅亡と戦争は900年前のある国となんとなくつながることがわかるでしょう。さらに白くなるとは1070話で明かされたようにイコールドーン、夜明けだともわかります。そして残されたキーワードは伝染と受け継がれるです。受け継がれるといえば受け継がれる意志 D の意志でしょう。つまり白い町フレバンスで伝染病だと恐れられた白炎病と表裏一体になるもの、それは D の意志。世界政府が恐れているある王国の思想 D の意志、夜明けの意志が伝染することを世界政府が恐れたからある王国は滅ぼされた。それは白炎病が伝染することが恐れられて滅亡したようにです。クローバー博士はその王国の存在と王国の思想こそが世界政府の脅威だったためある王国は滅亡したのだと突き止めていました。生きていたのか D の意志は。それでは D の意志、夜明けの意志とは何でしょうか。おそらく夜明けというモチーフは長く続いた日本の江戸幕府を倒すきっかけを作った人物坂本龍馬の影響が強いと思われます。例えば夜明けといえば坂本龍馬の名言だと誤解された日本の夜明けは近いぜよ。その名言の意味は現在のすさんだ政府を変えることです。それこそが夜明け。一方、本物の坂本龍馬が残した名言は、日本を今一度洗濯いたし申し候。その意味は、日本の汚れを洗濯して、新しい真っ白な状態からやり直したいという意味です。D の意志イコール夜明けであり、それは真っ白に洗濯したい。つまり、天竜人の圧政に苦しむ世界を真っ白な状態にしたい。平等にしたい。それが D の意志であり、自由の意志だと考えます。そんな D の意志は革命軍ドラゴンの思想とも同じものでしょう。いらぬものを淘汰した世界に幸せなど待ってはいない。いつの日か必ず俺はこの世界を変えてみせる。それは坂本龍馬ならぬ同じ竜、革命家ドラゴンの危険な思想です。そしてその真っ白な思想は受け継がれていく。人々へ伝染していく。そのように世界政府は恐れて D の意志を歴史から隠蔽したのでしょう。そんな世界政府は現在鳥かごのように世界全体を支配している。その支配からの解放を目指しているのが革命軍であり、真っ白な太陽の神ニカでしょう。革命軍の本拠地もバルディゴでした。さらに745話の扉絵でルフィは洗濯中に太陽の神ニカと同じポーズをとっています。そんな745話のタイトルは鳥かごです。世界を今一度真っ白に洗濯いたし申し候。世界の夜明けぜよ。それが D の意志、夜明け。夜明けとは夜が明けるという意味と新時代や新しい文化の始まりを表現する言葉です。ちなみに本当に悪い心を洗濯して清らかにするウォシュウォシュの実の鶴というキャラクターもいます。一旦まとめると、滅んだ白い町フレバンスは900年前に滅んだ D が栄えたある王国と表裏一体となっていると考えます。それは人々が伝染すると恐れた白くなる白炎病と世界政府が人々に伝染すると恐れた D の意志、ドーン、夜明けの意志が表裏一体となっているでしょう。そんな夜明けイコール白とはもちろん枕草子の夜明けの歌、春はあけぼのようよう白くなりゆく、山際少し明かりて紫立ちたる雲の細くたなびきたるともかかっているでしょう。真っ白な太陽の神ニカの帯は紫色です。そんな夜明けは日本語で空が白むともいい、空が白むとは略して空白。空白の100年とは失われた100年という意味の他に空が白む夜明けを求めた100年だったのか。以上です。今回はルフィとローの表裏一体から白い町フレバンスとある王国の表裏一体、そして白炎病と D の意志の表裏一体など白、ドーン、夜明けについて考えました。日本語で夜明けとは空が白むと言いますが、これらの考察が正しいかどうかは空知らんで。次回はさらに白と黒について考えましょう。白と黒を読み解く鍵はワンピースで重要なパンダです。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ちなみにローはルフィと表裏一体ですが、エッグヘッド編ではベガパンクとも表裏一体です。例えばパンクハザード編では
政府側の七部会ローが麦わらの一味の船に乗りました。ローは死の医者ドクターであり、人体改造の能力を持っています。一方、エッグヘッド編では政府の科学者ベガパンクが麦わらの一味の船に乗るようです。ベガパンクは博士ドクターであり、人体改造を行えます。そんなベガパンクの頭はハートのような形の脳であり、ベガパンクはハートのイメージで、ローはハートの海賊団。そんなベガパンクは現在、黒猫のルッチに命を狙われており、一方ローはその裏で黒ひげに命を狙われています。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。